今日は快晴めっちゃ綺麗。これは期待できるね。一泊お世話になった代理さん、市内からねアクセスしやすくてとても便利でした。バス停からすぐだしね。はい、行きやすいですよね。はい、犬が先導してますけど。はい、最高のお天気で、今日はこれから。はい、もう念願の牛栗へ向かいます。バスストップからバス乗ります今日。マルシェで牛栗まで行きます。だいたい何時間1時間半で、はい、お金は今日往復で帰ってくるなら50ラリー、はい、で片道は40ラリーです、ね、そうなんだよね、はい、片道だとかなり高いんだよね。そうでも私たち一泊するので、はいはい、はい、ちょっと高めですけど40ラリ払ってね、はい、行く感じですね。行きたいと思います。このマルシェだいたい10人前後かな、乗り換えだと思います。ほんじゃ乗り越えましょう。はい、うい、結構もう満員なのよね。綺麗に山が見えるよ。口は結構舗装されてるんだけど、ずっと揺られてますよ。揺られてます。で揺られてるとだんだん眠くなる。いつも寝てるからね。バスはこんな感じ。巻き場になってますね。休憩長い。ここもなんか村ですかね。ね、うん、向こう側がね、はいはい、もう山見えてきてて、はいはい、ね、そうね、もう近いですかね。もう牛栗すぐですね。うん、はい、ということで到着しました。到着しました。めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗です。うん、牛栗の石造りの建物、はいはい、そのほとんどがユネスコの世界遺産に、ね、登録されてるみたいです。かなり古いものもあるみたいですよ。雰囲気ありますからね。ね、うん、じゃあちょっとこの大自然をぐるっと回ってみましょうかね。はい。はい。のどかですね。のどかだね。うん。上から牛栗の村をね見渡したいと思います。そうだね。綺麗だな。うん。綺麗。いや、ここめっちゃ絶景だね。めっちゃ絶景です。すごい。この景色ずっと見たかった。山と川と、そして牛栗のね村の風景だね。素晴らしいです。ここすごいね。ねえ。綺麗だわ。本当に綺麗、美しい。こちらデデのシネマと言います。この映画デデなんですけど、全編牛栗で撮られて、毎日1時、3時、5時、7時、9時に上映されています。いろんな賞も受賞したみたいですよ。もうワンデーの人はみんな帰っちゃうからね。そう、3時半のバスで帰ってしまうので、そう、その時間から明日の多分11時過ぎぐらいまでは牛栗に観光客は少ない状況だと思います。あそこに教会見えてるから、あそこまで行ってみましょうかね。はい、ラマリア教会っていうみたいで。ラマリアね。じゃあ行ってみましょうか。はい。はい、ということで教会到着しました。ラマリア教会に到着しました。ラマリア教会は12世紀に建てられて、ラマリアというのはスパネッティ地方の伝統の信仰において、五穀豊穣、牛の搾乳、織物を司る神様とされていて、
最高位の神様だそうで。すごいですね。ね。じゃあちょっと中入ってみましょうかね。はい。は行きましょう。はい、ってことで中見てきました。はい。中は神秘的で神聖な雰囲気がしていて、とても感動しました。はい、特に壁のフレスコ画が綺麗に残っていて、当時のままですね。はい。でしたし、あと他のジョージアの教会とはちょっと違う作りをしているのかなって思いました。そうだね。ちょっと見た目違うよね。いやでもいい場所でしたね。はい。素晴らしかったです。スワミ。めちゃくちゃ綺麗だよ。めっちゃ綺麗。日が傾くとやばいですね。ねえ。日が落ちてだいぶ寒くなってきました。だいぶ気温低いですね。ね、シュグリは2200メートル標高があって、ヨーロッパで人が定住している一番上らしいです。かなり寒いよね。ね。でも山はだいぶ見えてきたんで、はい。明日は見えますかね。ね、見えるといいね。はい。いえ、めっちゃ喧嘩してる。いえ、頭入っちゃってるよあんた。トイレはこんな感じで共同ですね。今日は1泊2400円になります。美味しそうな夕食です。宿の奥様の手作りです。とても美味しそう。いただきます。いただきます。いただきます。お肉だね、きっとね。あ、めちゃめちゃ美味しい。お肉がめちゃめちゃ柔らかくて、トマトとかと煮込んであって、優しいビーフシチューの味わいみたいな感じのソースで、美味しいです。なんだろう、チーズかな。弾力があります。あ、チーズです。手作りチーズだと思います。あっさりしてて、めちゃめちゃ食べやすくて美味しい。では、じゃがいも。ホクホクで美味しいです。サラダもいただきます。あっさりした味付けで食べやすい。ナスで巻いてあるのかな。サワークリームをナスで巻いてあって、これめちゃくちゃ美味しいです。豪華だね。めっちゃお腹いっぱいです。一品一品とっても美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。
おはようございます。お茶ラダフ、朝早く起きました。牛栗は標高2200ぐらいなので、まだちょっと寒いです。そうですね。そして朱原さんがね、綺麗に後ろ見えてますね。はい。牛栗は天空の城ラピュタのシータのふるさと、ゴンドワのモデルじゃないかと言われてます。そんな雰囲気ありますよね。はい。はい。宿泊させていただいたムシュビドバさんです。ホームステイのような感じでね、泊まらせていただきました。はいはい。はい、快適でした。ありがとうございます。食事も美味しかったですかね。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ綺麗。すごい。今日はこの道をどこまで行けるかっていうハイキングです。見てください、朱原さん。めちゃめちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だよね。雪山、すごいなこれ。牛がのどかに移動してますね。可愛いね。あの山の向こうはもうロシアですよ。ねえ、ロシアだよね。そんなとこまで来てですね。ねえ、氷河の雪解け水だね。水綺麗だな。めっちゃ綺麗。いや、走ってる走ってる。めっちゃ冷たい。すんごい冷たい。雪解け水ですかね。ねえ、氷河の水だね。すんごい冷たいよ、気持ちいい。ここで時間切れっていうことで、はい、ちょっとマルシェの時間もあるので、はい、ちょっと残念ですがね、この先評価もあるので残念なんですが戻りたいと思います。引き返します。はい。この道自体が絶景ルートで歩いてて楽しかったです。横がね山に囲まれてね。ね。めっちゃ一緒に歩いてる。食べるのないか。ね。どうだ。なんか食べな。こちら。ハイキングの途中からずっと一緒に来てくれた、おいでチロちゃんって名付けたんだけどね、まさか村まで帰ってきてる。そう、一瞬ねはぐれて、また再会できて嬉しい。おいでチロちゃん、チロちゃんね、ここまで戻ってきたの。頑張ったね。ねじゃあまたね、チロちゃん。バイバイ。はい、ということで無事乗り越えました。はい、ハイキング3時間往復でやってきました。たどり着けなかったけど、まあ良かったですよね。ね、とても気持ちよかったし、途中の道が絶景でした。そうだね。はい、で帰りはね、私がチロと名付けたワンちゃんと一緒に帰ってきました。はい。牛栗は本当にずっと行きたかった村で、なので本当に感動しましたし、村全体が世界遺産なので、とても美しかったです。綺麗だったよね。ねえ。また行きたいな。あっという間でした。
はい、ということで、はい牛栗ぐるっと巡ってきましたけどいかがでしたか？はい、本当に素晴らしかったです。ですね。これぞヨーロッパ最後の秘境、はいそして世界遺産ですね。ですね。はい特にこの復讐の塔、はいバネッティ地方特有ですが、はいはい。なかなか見られないと思います。ですね。はい、ちょっとアクセスは悪いけどね、来るべき価値ありますね。はい、よかったですね。ぜひ訪れてみてください。はい。ということで次回はどこに行きますか？はい、次回は勝べきに行きたいと思っています。もう一箇所ね、上位に訪れたい場所ですね。はい、ということで次回はね、その様子をお伝えできればと思いますので、引き続きご覧になっていただければと思います。はい、はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンとコメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さんチャンネル登録、いいねボタン、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。